本日は所ねるさんにこのインタビューをしていきたいと思います。所ねるさんと担当編集のはい、担当編集の鈴木隆介です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一番最初の作品はなんかその着想とかイメージとか、なんかどこで思いついたとかどう思いついたとかあります？自分の中でお題みたいなのは作ってたのかなとは思うんですけど、追い書きソフトみたいなので、最初の着想みたいなのを書いて、でそれをツイッターに上げるみたいなのをなんかしてたような気がするんですけど、まあ人のゲームを手伝ってる中で、ある程度こう自分が作るならこう作りたいなみたいなのが、ほんのりこう、醸成されていったみたいなのがあったのかもしれないですけど、1週間で作るぞってなった段階で、もうその時にはなんか頭の中にきちんとあって、その企画に対してのブラッシュアップみたいなのをし始めてたような気がするんで、作るってなってゼロから始めたっていうよりはもうちょっと前からゆっくり作っていった。人殺しと耕しに関しては結構前からふんわりとこうあった感じなんですね。その時に作った企画が、まあ、そもそも全く1週間に収まらなくて、化け物がいて、それが街を襲って、で人を滅ぼしていくっていうゲームを作っていくんですけど、そういうゲーム部分とアドベンチャー部分も入れたくて、まあ、ノーベルゲーム的な要素も絶対入れたいってその時は思ってたので、化け物が街を襲っている中で、化け物もどんどん自分が嫌になっていって、こんなことをしてる自分っていうのがどんどん自己嫌悪になっていって、どんどんうつ状態になるというか、この化け物が死にたくなってくるから、この化け物をきちんとメンタルのケアをしてあげて、死なないように選択肢になるので導いてあげる、きちんとこの化け物が最後まで人類をちゃんと滅ぼせるようにケアしてあげる。最後その化け物がお母さんがいて、ただお母さんのところに行きたいだけだったっていうゲームみたいな、プレイヤーは最初は人を滅ぼすゲームと思ってたけど、別にこの化け物は人を滅ぼしたい気持ちは別になくて、ただ A 地点か B 地点に移動したいだけで、途中になんか人がいたよねって、別に邪魔とも思ってなくて、ただ進んでただけっていうのが最後に分かって、なんかやるねっていうそういうゲームを確か最初作りたくて、それを1週間に作れると思ってたんですよ。でやってみたら全然作れなくて、3、4日目ぐらいで現実をちゃんと見て、これはもう人を殺すゲームにしようって、そこだけに焦点を当てたミニゲームにして公開したっていう流れで。引き算したってやつですね、いわゆる。そうですね。人たらしも、その時に考えたなんかエッセンスみたいなのを、できなかったことをちょっとカバーしようというか、さっき言ったなんかお母さんに会いに行きたいだけだったよっていう、そっちの部分だけをフォーカスして、この化け物の内面にストーリー上ちゃんと焦点を当てたゲームにしていったっていう感じの人たらしです。デビュー作から原型ありますね、やっぱり今の。話してて確かにそうだ。この時はユニティをある程度、そのアルバイトとかするぐらいにはちょっとされるようになりつつも、なんか試行錯誤だったんですか、調べたりとか。そうですね、ほとんど何も知らなかったって言っても過言じゃないぐらい、何にもできなかったんですけど、作りたいゲームに合わせて、こういう仕組みがそもそもいるよねって言って、この仕組みを達成するための方法だったり、ユニティの機能だったりを、自分はそもそも知らないから、それを勉強学習っていうのが、なんか結構逆算で勉強していった感じなんです。かなりの見切り発車だったんで、ユニティの参考書もちゃんと買って読んだんですけど、最初の30ページぐらいで、もういけるってなって、計画性のなさみたいなのは、結果いい風に働いてるのかなっていう気がします。ブラッシュアップしてアプリ出すって、それなりにアプリ用にこう何らかの作業っていろいろあるわけですよね。それはまた調べたって感じなんですか？所星のブラッシュアップは今見ると全然ブラッシュアップしてないというか、ほぼそのまま出してる。なるほど。追加された要素っていうのが、オンライン機能をちゃんと入れて、人を滅ぼした後に、みんなで何人滅ぼしたかっていうか、それをプレイした全プレイヤーの滅ぼした数の合計値が出て、なんかみんなで全人類70億滅ぼそうみたいな、そういう要素を一応入れただけで、何のブラッシュアップもしなくて、ただまあその機能を入れるためには、データをネット上に保存して、それをみんながこう、そこから引っ張ってきて、みたいなまあそういう機能が必要だったんで、ニフティクラウドのモバイルバックエンドっていう、今でもこう、一人ぼっち学生でかなりお世話になっている仕組みというかサービスなんですけど、結果、それは一応一人ぼっち学生に生きているっていう感じではあります。新しいトライとしてはそれがあって、あとはそのまま載せる。なんかユニティで作ったゲームってアプリにしやすいとかあるんですか？はかなりありますね、やっぱり。
全プラットフォームで本当にビルドするだけで出せる感じで。それで2月ですか、アプリを出したのは。アプリを出したのは1月。そっか、1月か。まだ1月か。2月なのか。2月の頭ぐらいなのかな。で、そこで初めてレビューをつけられるっていう機会が現れて、知らない人からクソゲータルが入ってくるわけです。で、人物越しのコンセプトにある程度こう惹かれる人が多かったから、そこそこ遊んでくれて、その期待値が高かったからなのかわかんないんですけど、ボロクソに言われたんですけど、そもそも何をしたいゲームかわかんないし、最後にまあ合計されてるのも意味わかんないし、そもそも何なのみたいな。星 2.2 とかそのぐらいになったと思うんですけど、まあ腹立って。まあ落ち込んだっていうのもありますけど、1週間で作ったゲームをそもそもスマホ向けにリリースして、それがまあ無理あるっていうのにそこで初めて気づいて、きちんと1週間でコンセプトができてるし、コアのシステムもできてるから、ちゃんとブラッシュアップしようってなって、ストーリーをきちんと体験できるゲームにしようってなって、で、人たらしの畑に種を植えて、苗ができて、人が生まれて、でその人を戦闘機とか戦車に乗せて、化け物と戦わせるみたいな、そのミニゲームをきちんとストーリーと組み合わせようってなった時に、人殺しでプレイヤーが使った化け物を人たらしでは、逆にプレイヤーが殺す側に回るんですけど、殺した時に、その化け物の脳みそを摘出して、でその脳みそを槍に刺して、なんか飾ってんのかわかんないけど、その脳みそから、化け物がどういう経緯でそういう姿になって、なんで人を滅ぼすに至ったのかみたいなのが分かっていく仕組みにして、人を滅ぼした時に、なんなのこのゲームって言われたのに対して、ちゃんとミニゲームのサイクルを、していくとちゃんとストーリーが進展していって、ただの無意味な繰り返しじゃなくて、それによってストーリーを進めていく、一つのちゃんとしたゲームだよっていう風にしたくて、ブラッシュアップは結構時間がかかった。半月から一月ブラッシュアップして、短いですね。4月頃に。で、そこで、結構人たらしが、レビューでも評価されて、褒められて、なるほど。やったーってなったんですけど、もう人滅ぼしで人たらしが、対になるゲームなんで、人たらしで一つのストーリーを体験して、この化け物が何なのかって分かった上で、人滅ぼしをやると、意味が生まれてくるのもあって、ちゃんとこっちの評価もちょっと上がって、結果 3.5 ぐらいに上がって、なるほど。ゲームシステムとストーリーっていうのを、ちゃんとうまく組み合わせてゲームを作るってことを覚えて、でそこから一人ウォッチアクセっていうゲームにつながっていくんですよね。課題もあって、すごい現実的な話なんですけど、人たらし結構ダウンロードされたなって感じではあったんですけど、収益性がそもそも全然なくて、どれだけダウンロードされたところで、全然お金にはならないし、全くならない全くではなかったんですけど、これぐらいの人が遊んでくれるゲームを毎月出し続ければ生きれるってなって、その時の僕は、すごいアホなんで、じゃあ生きれるってなったんですよね。これをずっとやればいいんだって。死ぬまで1ヶ月後にゲーム作っていけばいいんだってなって、本当に1ヶ月後に作るつもりで一人ぼっち惑星を作っていくんですけど、収益性の観点から限界がやっぱりあって、一人でストーリーを作って、1ヶ月でボリュームのある形にするのがまずできなくて、広告収益で作ってたんで、どれだけそのゲームに長く滞在してくれるかっていうのが重要で、長く滞在すれば、その広告をたくさん見てくれるし、それが収益につながるっていう。ただ、人たらしっていうゲームはちゃんとストーリーに始まりがあって終わりがあるんで、終わりまでいけばもう終わりなんですよ。それだと広告も終わったらもうそれ以降一生見てくれないわけじゃないですか。この仕組みのまま収益性を高めるためには、ストーリーをとにかく増やすしかないっていうことになっちゃうと、次は開発期間が伸びるし、もう一人で立ち行かなくなっていくっていう。それはその当時の大企業のやっている方法、とにかく大量の天才を集めて、とにかくコンテンツを増やして、とにかく長く滞在してもらうようにするっていう方法で、一人では絶対立ち行かんと思って、何かいう方法がないかなと思った時に、結構別軸で次一人ぼっち惑星というゲームを考えてたんですけど、惑星に一人だけ生き残った生き物が、アンテナをどんどん増やしていって、そのアンテナで遠い星からの電波を受信して、その電波からこの地球から離れていった人たちの
声が聞けるっていうゲームにしようってなったら、この2つの収益性を得るために終わりのないゲームにしたいっていうのと、一人ぼっち惑星というゲームが結構うまくつながって、惑星外からの声みたいなのをユーザーが作れるようにすればいいんじゃないかっていう発想になったんですよね。大阪の淀川の河川敷で5月ぐらいですね。一人ぼっち惑星はちゃんとストーリーがあって、それが全部終わった時にユーザーからの声だったり、自分自身もどっか誰かわかんない人に届ける声を自分で作れるみたいな。でそれがTwitter とかでも話題にしてくれて、結構な人がダウンロードしてくれて、やったっていう。ちなみに6月にリリースして、多分200万ダウンロードぐらいやったんですね。そうですね、200万ぐらいはいった。収益って結局どのぐらい上がったんですか？ 2 年に1回これを出せば生きていけるって感じにはなりましたね。本当にたくさんの人にプレイしてもらったので、たくさんの意見がこっちに届くので、しんどいんですよね。公開して数日でもうサーバーがパンク寸前までいっちゃって、強制的に止められるみたいな。で、1日ぐらいサーバーが使えなくなって、僕に対して遊べないんですよ、みたいなのを大量に来るわけ。で、そういうのがもう本当に嫌になって、公開を停止しようぐらいまで行ったんですけど、さすがに子供だなと思って。そんなに切れなくてもみたいなことですか？なんかすぐ冷静になって、いや、頑張れよってなって、結構長い間、一人ぼっち惑星自体の対応で何も手につかないぐらいの状態で。バグ対応ってことですね。ユーザーからの要望とか。そうですね。聞いててびっくりするのは、まだ最初に